おはようございます。鳥と申します。よろしくお願いいたします。本日はこちら、ストレージ恵比寿丸からくり迷路消えた五右衛門の謎をじっくりプレイしていきたいと思います。こちらはですね、タイトル見ての通りなんですが、頑張れ五右衛門の五右衛門の相棒である恵比寿丸、彼を主人公としたスピンオフ作品となっております。ここ、はぐれ町の、五右衛門の家ですね。五右衛門長屋こんなんじゃねえじゃねえかとか突っ込まないであげてください。ごえはん、いてまっか五右衛門の家に別丸が遊びに来たと。あれ、どこ行ったんや？あてはわてに内緒で一人でうまいもん食べに行ったんちゃいまか？なんか部屋の中心にありますね。おみっちゃんのポスターとテレビもありましたね。なんやこの手紙、なになに？荒食アイランドに行ってくる。留守を頼む、五右衛門。五右衛門からのお手紙ですね。あんな物騒な島に五右衛門一体何しに行きはったんやろか。前は暇つぶしにゲームでもして留守番しといてありましょう。キラキラ道中かな？ BGM 的にはキラキラ道中ですね。スーファミがあるんだね、五右衛門の家。一晩あって、画面も終わり、もう3日経っても五右衛門は帰ってこないと。それにしても五右衛門帰り遅いな。3日でそんだけ食ったの？ほぼ丼物かな。なんかあったんとちゃうやろか。出前かな。五右衛門の家にこんなに皿あるわけないもんな。やはり五右衛門にはわてがついてなあかんようやな。どうせ迷子にでもなったんやろ。そうかな。食べ物もなくなったことやし、一丁助けに行ったりましょうか。ついにわてが主役でんな。ということで、恵比寿丸が主役で、いつもとね、主人公だからか、デザインが若干違うんですよね、恵比寿丸ね。ということで、早速なんですが、からくりアイランドというところにやってまいりました。まあね、このゲームね、パズルゲームとなっているんですけれども、いつものね、横スクロール 2D アクションと全然違う感じのゲームなんですよ。で、からくりアイランド、物騒な島と言うてましたが、兄ちゃん、あんた一体何者だい？わざわざこのからくりアイランドに何しに来たんだ？そういえば赤い服で医学り頭の兄ちゃんも何しに来たのかな？すっごく青したけど、もう3日前ぐらい経ってるみたいなんですけど、4日前になるのかな？赤い服の医学り頭は五右衛門ですね。すごく慌ててたと。五右衛門がね、留守にしてはいますが、からくりアイランドに何しに行ったかわかんないですもんね。何？五右衛門？そんな名前じゃったかの？からくり城はどこにあるかって尋ねられたが、いや違ったかな。からくり城を探していると。からくり城といえばね、同名のステージが、あれはファミコンの五右衛門2かなにありましたね。その時はね、お宝を探してからくり城に行こうっていう話でね、恵比寿丸と一緒に脱獄したんですけれども、迷路で迷って時間がなくなれば走らないと死んで倒れてしまいますよと。迷路というのはステージですね。パズルゲームと言いましたが、パズルっていうかね、迷路ゲーなんですよね。制限時間がある迷路なので急ぎなさいよっていう話ですね。この島は迷路、すべてが迷路。あんた生きて帰れるかね？迷路を抜けれなかったらもちろん命は取られてしまいますので、頑張って抜けていきましょう。ここはエジモンが作った人間大砲はボタンを押すタイミングによって飛距離を変えることができるのじゃ。人間大砲ラジマシンみたいなのがあると。でもそれはモノ CGG 製じゃなくてエジモンという方が作ったと。私ダジャレ一筋40年。あれ、ファミコンの五右衛門2にいたな、こんな人。
ダジャレ一筋40年も経ってたかどうかわかんないけど、面白いダジャレ考えてあるね。道場へ道場。じゃないか。これならどうあるか。電話をかけても誰も電話。笑ってやった方がいいかな。ダメあるか。これはどうあるか。布団が吹っ飛んだ。じゃないか。これならどうあるか。メガネを取ったらメガネ。なんか聞いたことあるものばっかりだな。ではこれならどうあるか。そのステッチ素敵。これはちょっとひねってるんじゃない？でもエビちゃん笑ってくれないね。おうそんなつまんないダジャレを言ったのはダジャレ？君だよ。エビス丸ギャグには厳しいですからね。エビス丸を笑わせるにはちょっとパンチが足りないと。高いところに行きたいときはシーソーを使ってジャンプすればいい。ただし重りを持っていかないとシーソーによっても意味はないぞ。はーい。エジモンが作った光穴に入るとワープできるって、よくわからない？とにかくその穴に入ったらわかります。この島ではエジモンっていう人の発明がすごいたくさんあるみたいですね。迷路の中には悪いからくりロボがうろうろしているから注意しろよ。悪い敵キャラクターもいると。矢印の向きを変えるには赤い座布団にカーソルを合わせてボタンを押すのよと。迷路の進み方ですね。というような感じで、攻略のねヒント等もいただけるんですが、先ほどダジャレのおっちゃんがドタマバーンと爆発したんですけれども、この人たちね、この人ちょっと分かりづらいか。この人が今分かりやすかったかな。口の動きがちょっとおかしかったんですけれども、このからくりアイランドの住民は全てからくり人形となっております。喋るからくり人形ですね。自分の意思をどこまでしっかり持っているのかわかんないけど、人間のようにからくりが暮らしていると。ただ恵比寿丸があんな物騒な島って言ってましたが、どういう意味で物騒と言ったのか、人間がそもそもいない、誰が作ったのかもよくわからないというところで物騒な島という感じの表現だったのかわかんないんですけど、誰が何の目的で作ったかよくわからないからくりだけの島がからくりアイランドとなっております。身近にね喋るからくり人形がいるので、喋るのが当然みたいな感じにはね思うところもありますけれども、とりあえず人間に友好的なようにも見えますが、目的は何なんでしょうね。ということでステージ1、こんな感じですね。恵比寿丸が勝手に進んでいくので、このパネルをうまいこと回して道を作り、恵比寿丸をゴールに導くというゲームですね。B ボタンと Y ボタンでパネルを回し、A ボタンでダッシュですね。X ボタンは一応パネルの移動ができるんですが、なんか適当な感じにパネルが移動するので X は使わなくていいです。最初なのでね、簡単なステージがどんどん続きますが、これが後々、このステージなんかがそうなんですけれども、こんな風にね、道が正しくつながってなかったら恵比寿丸が落下してしまい残機が減ってしまうというような形となります。で、とりあえず道をガンガンつなげていきましょう。エビちゃんに追いつかれないように。おおでしょ。
最初はね本当にシンプルなステージなので地味なねゲームに見えるかもしれませんが、徐々にエジモンが作った人間大砲であったり、何でしたっけ、ガディアナ等のギミックも出てくると、ちょっと頭を使う必要が出てきて、でやりごたえ抜群に、もうちょっとちょっと考えなきゃいけなくなりましたね。とはいえ迷路なので、ゴールからね考えるということもできるんで、だからこうかな。これで手形は全部取った方がいいです。全部取ると後でちょっと幸せになれるので、今回は全て回収していきましょう。でこれでゴールかな。はい、エビちゃんダッシュ。今作のエビスマルね、着物がね黄色と青の2色でね、ちょっといつもよりおしゃれしてるんですよね。このカラーリングはね、このトレエビだけのものとなってるんですが、かっこいいのにね、他作品では使われないんですよ。エビスマルだけじゃなく、このゲームね、ゴエモン1個が、エビスマルとゴエモン、そしてね、もう一人ね、サスケがとある条件下で登場するんですけれども、3人ともね、いつものというか、いつものというとサスケがめんどくさいんですけれども、よく知られてるカラーリングとは違うカラーリングのトリオの姿を拝むことが可能となっております。でまずは手形を取り、こうすることでセンスを取り、上に行って、これもう道つながっているのでは。センスは段差をジャンプで飛び越えることが可能となるアイテムとなっております。一定時間で効果が切れてしまうので、ちょっと急がないといけないのですが、はい、OK です。ダッシュしすぎて目回っちゃったかな。さあ、今度は穴が何箇所かにありますね。まず手形を取りたいのですが、ここに行くにはこっちから回ってきてもらうしかないのか。こうで、でもここくるっと回るけど、こうか。こうすることでまず手形は取れます。ゴールがここで、ゴールがこうなので、ここに入れたいから、こうかな。よし、OK ですね。こうかなとか、ああかなとかばっかりな実況になりそうですが。で、1つのエリアは全7ステージとなっておりまして、7ステージ目にはこのように、これコテマルエコノミーですね。エコノミーかな、コテマルがいるんですけれども、敵キャラクターというかボスキャラクターですね。コテマルが基本的にはいるんですが、コテマルを避けながら頑張ってゴールに目指すという感じとなっております。エビスマルは攻撃手段を持ちませんので、コテマルの動きをよく見て、相手を避けるように、当たらないようにダッシュを調整して、このようにね進んでいきます。なんか大砲の音がしてコテマルがぶっ飛んだ。よっ、しまった。こうなってしまうとですね、このゲームね、困ったことにね、パスワードなんかもね出ますが、ページのやり直しができないんですよ。なので手形取り逃すと、もうね頭からやり直すしか方法がなくなるんですよね。なので
やり直していきます。すいませんでした。敵を一気に倒すにはバネの力を利用しろよ。バネ。ただし加速がついくから自分の行き先を定めてないと危ないぞ。注意が必要だ。よく考えて使えよ。マップ内にバネがあってそれを使うとバネの力でドビヨーンといくから、矢印で先にあれやこれや整えておきなさいよっていうことですね。じゃあ今回も情報収集からやっていきましょう。ステージとしてはここだね。じゃあ一通り見てから。この先の店にはエジモンが作ったスロットマシーンとかいう機械がある。スロット。わしにはよくわからんが何やら絵柄を狙ってみるとお金がもらえるそうじゃ。わしの知っとる男は777が揃って37だね。星を抜かしおった運が良かったのか悪かったのか、それ五右衛門さんじゃないよね。なんか五右衛門さんが来てるような話はあったし、町人さんも五右衛門らしい人のことをあれやこれや話してたけど、五右衛門さん37出して腰抜かしたの。なんならお若いのを運試しに行ってみたらどうじゃな。じゃあ行ってこようかな、せっかくなら。それがここなんですけど、その前にちょっと一通りね情報収集してからちょっと楽しみましょう。これ絶妙にねなんか生きづらうて入れないよ。あんた本物の人間だね。ここはあんたのような人間の来るところじゃないよ。一体何時に来たんだい？ということでね、この人たち全員からくりだっていうことはね前回も話したと思うんですけれども、一体誰が何の目的で人間が来るようなところじゃないっていうけど、この島の生活とかあれやこれやってどうなってるんですかね。なんですって？お腹空いたって？ここには食べ物なんて売ってないわよ。からくり人形ばっかりってことはもちろん人間が食べる食べ物なんて必要ないですもんね。よろず屋に行けば何か売ってるかもね。でもからくり城に食べ物を運んでるのを見たことあるわ。人間がいるのかな？食べ物が運ばれるっていうことは人間が少なくとも何人かいるっていうことかな。見えた。からくり城ってのがあれですね。なんかたぬきさんもありますが、あそこにねポツンとお城があるんですが、あそこに食べ物が運ばれているという話なので、ここのね住人たちであるからくりは食べ物なんて食べませんので、誰かのために運んでいるんだね。ここ話しかけましたね。そうか、食べないんだねからくり人形って。そりゃそうか。ちょっと画質悪くて申し訳ないんですが、どうもね相性が悪いのかね、ちょっとねちょっと我慢してください。鎧300両敵に当たっても大丈夫。1個持ってるとちょっと幸せかなっていうやつなんですが、このゲームねミニゲーム等やるのにね結構お金がかかるので、この辺で無駄遣いするよりはそのミニゲームになんとかした方がいいような気もしないでもないのですが、時計500両になります。タイムがなくなっても助かります。ワンナップ、サービスちゃんですね。800両になります。冷やかしはお断りごめんね。でもからくりメカたちでも鎧等は必要なんだね。お金があったら渡船屋で船に乗って離れ小島に行ってみな。そう、この渡船さんというのにお金が必要なので、あんまりねよろず屋で無駄遣いしない方が良いかと思います。噂によると昔からくり一族が隠した財宝が眠ってるらしいぞ。からくり一族。今からくり一族という名前が出ましたが、それが五右衛門外伝に登場した一族の名前でして、じゃあこのゲーム外伝の続編なのかっていうと、正確にはファミコンの五右衛門2の続編になるんですよ。ただじゃあなんで外伝の要素が入ってきてるのかってなると、そこがねなんともはっきりしないんですよ。五右衛門2と五右衛門外伝ってちょっとつながってるのかなって思わせるところはあったものの、つながってるというふうに断言できないような感じになってるんですね。恵比寿丸の設定等の問題で
つながってるって言えないような作品になってるんですよ。にもかかわらずこのソレイケ恵比寿丸で五右衛門2と外伝の要素を持ってきているので、まああんまり深く考えないでください。なんかごちゃっとなってるような感じなので、あとあといろいろ情報増えたらまたちょっとお話ししましょう。はい、これがスロット屋さんですね。なんか提灯に小判みたいなね、ついて可愛らしいデザインになってましたね。これで五右衛門さん腰抜かしたの ?37 で腰抜かしたって、知り合いって言うてたから別に五右衛門さんってわけでもないのかな。で、さっき都銭屋さんがって言うてましたが、都銭屋さんはね、この近くにないようなので、とりあえずスロットマシンで遊びましょう。1プレイ5両ですと。はーい。ルールは簡単。ボタンを押してドラムを止めるだけです。絵柄が揃えば小判がもらえます。どうなさいます？やります。これ、目押しでなんとかなるもんなのかな。私のお目目はもうそんな目押しができるほど若くないのですが。さあ、エリアにやっていきましょう。大砲がありますね。でも一本道っぽいですね。ちょっと矢印がバグってるところもありますが、気にしないでください。表示の問題で多少バグってしまうんですが、スーファミ実機でちゃんとやるときは、そんな化けることないと思うので、多分大丈夫です。よし。エビちゃんにはどんどん走ってきてもらいまして、その間にこっちもね、しっかり揃えて、さあエビちゃん走って、で大砲のね着地地点がどんどん狭くドマスになるかな次。よしというちょっと大砲でね危ない目に遭うところです。でもね、大砲で飛ぶなんてね、もう慣れっこですからね、慣れていいものかどうかは分かりませんが、慣れっこでしょう。さあ、今度は、からくりコムソかなが登場しましたが、もちろん当たると一撃アウトなのですが、このタイヤも一撃アウトです。で、コムソたちも矢印に沿って動きますので、なので壁に向かって矢印を置いておけばコムソはそのまま下に落ちてしまいますので、そういう形でね敵を倒すことというのも可能です。今度はいっぱいいますね。そしてカブトウサギですね。オイモン2マッチネスに登場した雑魚キャラですね。まずはこっちに落ちていただいて、よっ、おー、危ないね。よし。コムソにはそっちにちょっと落ちてもらって、で敵キャラクターは時間経過で復活します。押してよし。多分エビちゃんが戻る間に復活すると厄介なので、復活しましたね。で大砲で行ってもいいんですが、こっちに駒があるのでせっかくなので駒で行きましょう。駒はこのように敵を粉砕していきます。もちろん大砲で一気にゴールに飛んでも良いのですが、地続きのねバレリーナで行った方が安全なのでバレリーナをおすすめします。今度はセンスと大砲がありますね。まずは大砲必須ですね。嫌ですね。トマスすいませんでした。よし。で謎のスイッチがありますが、
それを踏むと後ろからタイヤが追いかけてきますので、追いつかれないように、そしてぶつからないようにエビちゃんの移動を調節しながらゴールに向かいますと。よし。大砲がね、着地点が1マスしかないっていうところは今後どんどん増えていきますので、頑張ってください。お、バネですね。バネの力がどうのとおっしゃられてましたね、そういえばね。今日、バネの力で、バネの力のとこ見てなかった。じゃあ、こっちもバネの力をもう一回。これはこうかな。バネを見せてください。という感じで、バネを転がってる間だったら、敵もタイヤも完全無視で突っ切ることが可能となっています。その代わり、回転が止まるとエビちゃんがその場で目を回してしまってしばらく動けなくなりますので、敵がね接近してこないように気をつけてください。タイヤ等のギミックに巻き込まれるような位置で止まるということはないはずなので、この辺はね安心して大丈夫です。コムソーさんが来るのはちょっと矢印の方向を変えてしっかり処理していきましょう。よいしょ。コムソーが来ないようにでエビちゃんの道をしっかり作ってあげて、よし。壁側にね矢印がないように、壁というか崖側に矢印を向けないよう十分気をつけて、よし。これでバッチリですね。白いふんどしを見せましたね。エビちゃん今作白いふんどしなんですね。64とかになってくると赤いふんどしになったと思うのですが、時は白ふんどしなのかな。こちらコテマルですね。コテマルは矢印を勝手に変えて自由に移動してくるので、なのでエビちゃんとね鉢合わせないように気をつけてください。よし OK です。コテマルは他のザクキャラと違って動きもちょっと早めなので、動きをね、先読みしながら安全に進まないとあっという間に残機持ってかれるので十分お気をつけください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。